はい、皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは、日本人の私が日本語学習者の皆さんに向けてわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気でしょうか？私はですね、今とっても元気ですし、すごくね、楽しい気持ちでお話をしています。なぜかというと、じゃん、こちらですね。新しいマイクを買ったからです。イエーイ。今回の動画からは、この新しいマイクとともに、ポッドキャストをね、お届けしようと思います。はい、どうでしょうか、皆さん。音声良くなってますか？すごくね、ちっちゃいんですけど、高性能なマイクなので、使うのがすごく楽しみだなと思って、はい、早速使ってみたんですけど、もしね、この音声がいいなと思ってくれた方は、いい感じだよってコメントをね、書いてくれたら嬉しいです。はい。ということで、今回のお題なんですけど、今回はですね、日本人が最近 SNS で物議を交わしている、そういう内容をね、皆さんにもご紹介しようと思います。はい。物議を交わす。物事に対して討論をする。話し合うとか意見を交わすとか、そういう時に使う言葉ですね。はい。日本人同士が今ですね、SNS 上でバトルをしていると言いますか。その内容が、まずね、シチュエーションからお話しすると、日本人の夫婦がいます。で、多分奥さんが料理をその時作ろうとしていて、旦那さんに、今日の晩ご飯何が食べたいって聞いたんですよね。で、そしたら、旦那さんが、そうめんでいいよ。そうめんでいいや。そういう風に答えたんですよ。それについて、奥さんが、そうめんでいいってどういうこと？そうやって怒ってしまったっていうお話に対して、SNS では、ああ、それはすごく腹が立つね。そういう風に言う人もいれば、いやいや、旦那さんの気持ちはわかるよ。そういう風に言う人もいます。そうやって意見が対立してしまって、今ね、日本人同士がバトルをしています。はい。まず皆さん、そもそも、そうめんってわかりますか？そうめんっていうのは、日本で夏にね、よく食べられる麺なんですけど、白くて、細くて、基本的には冷たくして食べるので、夏のね、ちょっと暑さで食欲がないなっていう日にも食べやすい。それがそうめんっていう料理です。麺つゆに麺をつけて食べます。つるつるって食べます。はい。そのね、そうめんっていう料理があって、旦那さんは、そうめんでいいや。そうめんでいいよ。そういうふうに奥さんに返事をしたら怒ってしまったと。はい。理由は皆さんわかるでしょうか？はい。このね、旦那さんが、もしね、そうめんでいいじゃなくて、そうめんがいいって言っていたとしたら、おそらくこんな風にね、奥さんが怒ることもなかったと思います。そういうお話です。今回の動画では、そうめんでいいとそうめんがいい。この違いについてと、なぜ日本人がこの言い方について SNS で話題になるほど怒っているのか、そういうところを詳しくご紹介したいと思います。日本語を学習している方は、ぜひこの動画を見てトラブルにね、ならないように注意してもらえたらいいなと思います。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。はい。ということで、今回はね、何が食べたいっていう質問に対して、そうめんでいいと返した。これが問題になっているっていうお話なんですけど、まずね、そうめんでいいっていう言い方をしたっていうことは、そもそも、自分は作らないっていうことを前提にしているっていうのがわかるんですね。うん。人に作ってもらうことを前提にしている。で、その上で、そうめんでいいって言っているっていうことは、満足じゃないんですよ。でも、構わない。それでも仕方ないからいいよ。そういう風な意味になっているんですね。だから、満足じゃない。
で、その満足じゃないけどっていうのは、基本的にはもっと手間をかけて美味しい料理を作らなくても、そうめんでいいよ。そういう風な意味になってしまっているんです。だから、例えば作るのが難しい料理とか、時間がかかる料理とか、自分がすごく好きな料理に対して、その料理でいいっていう言い方は基本的にはしません。つまりね、旦那さんはそうめんは作るのが簡単だって考えているっていうことがわかる文章なんですよ。そうめんは作るのが簡単だし、それがいいわけじゃないけど、そうめんでもいいよ。仕方ないな。っていう意味がわかるんですよ。はい。でね、一方で、そうめんがいいっていうと、それは、そうめんが食べたい。だから、それだと嬉しいなっていう風な意味が伝わってくるんですね。わかりますか？この二つの違い。すごく面白いと思うんですけど、このね、そうめんがとそうめんで、一文字違うだけで発話者の印象がかなり変わるんですよ。だから、日本人は、そうめんでいいっていう言い方をパートナーとか子供とかにされることに対して物議をね、交わしているという、その言い方は腹が立つっていうふうに言っているっていうことですね。そうめんでって何？っていうのが怒っている側の意見です。はい。簡単だと思うんだったら自分で作ればいいでしょ。そういう理由でやっぱり言い方については怒ってしまうっていうのも私はね、理解できます。自分が作るわけじゃないし、手間と時間をかけて作るのは私なのに、どうしてあなたがそんなに偉そうなの？うん。まあね、つまり道徳的というか人間性の部分ですよね。それについて怒っているっていうことです。だから、つまりそうめんを作ることが簡単だと思うかどうかっていうところを話し合いたいわけじゃないんですね。そもそもね、そうめんを作るのが簡単か簡単じゃないかっていうのは、作ってもらう側が判断することじゃないですよね。うん。だって、作ってもらう人は自分の手間も時間もかけないじゃないですか。ただただ待ってるだけですよね。きっとスマホとか見ながらだらだら料理が出てくるのを待ってるだけですよね。自分の手間も時間もかけずに待っているだけなのに、そのそうめんを作るのが簡単かどうかっていうのを作ってもらう側が判断するっていうのはすごく失礼なことかなというふうに私は思います。つまりね、この話が討論になっている原因って、そうめんっていう部分じゃなくて、でいいっていう言い方の部分っていうことですね。今回はこれをね、皆さんにお伝えすることで、ぜひ皆さんにも気をつけてほしいなと思ったので、ちょっとシェアをしています。はい。じゃあね、なぜ反対意見があるのかというと、これがですね、ちょっと不思議なことに、そうめんを作るのが簡単なのに、文句を言うのはおかしいって怒っている人がいるっていうことですね。そうめんを作るのが難しいって思う人はおかしいと。つまり、論点がですね、そうめんを作るのは簡単かどうか、その簡単なそうめんを作らなきゃいけないって怒っているその奥さんは心が狭いのかどうか、そんな討論になってしまっているんですよね。ちなみになんですけど、そうめんの作り方は確かにシンプルではあります。そうめんっていう、スーパーではね、パスタみたいな感じで売っていて、硬い麺を沸騰させたお湯に入れて湯がくんですね。で、その間に麺つゆを作ったりとかして、用意をして、で、パスタみたいにそうめんをお湯から出します。でそしたらその後に流している水でシャーって、麺をね、冷たくするんです。麺に水を流して冷たくしたら、それを一口サイズくらいになるように手でね、お皿に移動する。
なんかね、ちょっと巻く感じで、こんな感じでちょっと巻いて、で、お皿に移動しておくと食べやすいし、綺麗になる。うん。で、そうやってね、水を切りながら麺を小分けにしてお皿に並べます。あとはもう麺つゆに氷を浮かべたりしてお好きなように麺を麺つゆにつけて食べる。うん。そういう料理です。それにね、必要であったら野菜を足したりとか、おかずをね、作ったりとかして、そうやって食卓に並べるっていうのがまあ基本的なね、そうめんの食べ方かなというふうに思うんですけど、これをね、簡単だと思うかどうかは、本当に人によりますよね。うん。毎日料理をしている人にとっては、もしかしたら確かに簡単かもしれないけど、初めて料理をする人にとっては難しいことだし、そうめんっていう料理を知らないね。例えば外国人の方だったら、きっと最初は作り方なんてわからないじゃないですか。うん。だからきっと難しいって思うと思います。でも今回の問題で、なぜそうめんでいいって言われた料理を作る人が怒っているかっていうと、そうめんが簡単だと思われていることに対して怒っているわけじゃないんですよね。うん。で、いいってなんだか見下したような、うん。そういう手間をかけない人が手間をかけて料理をしなきゃいけない人に対して言う言葉として配慮がないんじゃないのっていう、そういうところで怒っているんですよね。うん。だから、ちょっとね、反論をする人っていうのは、論点をすり替えてしまっているというか、そういうところがね、ちょっと見受けられるかなというふうに思いました。はい。そうめんを作るのが簡単かどうかっていうことについて話し合いたいんじゃなくて、そうめんでいいっていう言い方が失礼で、言われた人が嫌な気持ちになったんだよ。だからその言い方を変えてほしいんですよっていうふうに怒っているんですよね。うん。でもね、なんか男性側は堅くなにそうめんが難しいっていうのはおかしいっていうふうに言いたがるっていう、うん。なんかね、ちょっと、分かり合えていないというか、悲しい議論だなというふうに思うんですけど、うん。もし私がそれを言われたら、じゃあ自分で作って簡単なんでしょって言うだろうなって思いました。はい。そんな私の心は狭いんでしょうか。それに私だったら、そういう言い方をしたことについて、私が嫌な思いをしたから、それについて謝ってほしいな。あなたがそうめんを簡単だと思い続けることはいいけど、私は嫌な気持ちになったんだから謝ってほしい。うん。私だったらそういうふうに思いますね。はい。でも、どうでしょうか。皆さんはこの討論のポイントというか、うん、理解できましたか？うん。こうやってね、日本人同士でも、なぜか理解し合えない部分っていうのがあったりするんですよね。うん。だから皆さんがもしかしたら理解できていないかもしれないけど、それもまあ仕方ないことかなと思います。うん。どうでしょうか？皆さんはこの論点のズレとか、うん、ポイントとか理解できましたか？うん。というか、私もうまくお伝えできていればいいなと思います。うん。はい。とにかくね、今回の動画でお伝えしたかったのは、そうめんでいいよ、じゃなくて、そうめんがいいよって言えば、トラブルにはきっとならなかったよなっていうお話ですね。なので、皆さんの場合は、もしかすると、そのね、違い自体がピンとこなくって、間違えちゃうっていうこともあるかもしれないんですけど、迷った時には、ぜひね、このお話を思い出して、一文字違うだけですごく失礼な言い方になってしまうんだよっていうことをね、思い出してもらえると嬉しいなと思います。ということでね、はい、今回の動画いかがだったでしょうか？楽しんでもらえてたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。